どうも、まるチャンネルです。このチャンネルではウィンドサーフィンの魅力を少しでも多くの方に知ってもらえたらと思い、ウィンドサーフィンの動画をお届けしています。今回はウィンドサーフィン歴5年のおっさんがクラブメット石垣島で手ぶらでウィンドサーフィンを本気で楽しめるのかリアルに検証してみました。2025年2月初旬、クラブメット石垣島に2泊3日で滞在し、実際にウィンドサーフィンをしてきました。クラブメット石垣島は寒い冬でも比較的温暖な気候でウィンドサーフィンが楽しめる国内でも貴重なリゾートホテルです。まずはクラブメットがどんなホテルなのかがわかる公式プロモーションムービーをご覧ください。まず最初に、この動画ではホテルの食事やサービスをレビューするつもりはありません。そういうのが気になる方は旅系 YouTuber の動画をご覧ください。この動画は私を含めウィンドサーフィンのプレーニングが大好きで仕方ない方々のために作りました。映像は Google Earth で作成した石垣島のツアームービーとなります。それでは早速行ってみましょう。今回のレビューポイントはざっくり以下の3つのポイントになります。1つ目のポイントはウィンドサーフィン環境、道具や設備や環境についてです。レンタルギア、道具の持ち込み、設備、ビーチへの動線、そういったことについて詳細を解説していきます。2つ目のポイントはゲレンデコンディション、風の方向、水深やピンヒット、利用時間、混雑状況、水温などについて詳細を解説していきます。最後の3つ目として特殊事項、注意点について解説していきます。レスキュー対応や潮の影響、ウィングフォイルができるのか、そういったことについて詳細を解説していきます。
まず1つ目のウィンドサーフィン環境について解説していきます。映像は部屋からビーチへ向かうまでの動線を撮影したものです。クラブメットの客室は宿泊棟として A から L まであり、全室オーシャンビューではありますが A から E がガーデンサイドとなっており、少しビーチから離れた場所になっています。 F から L がシーサイド側でビーチに近い場所となっています。通常の予約ではガーデンサイドの部屋となりますが、オプションでシーサイド側の部屋を予約することができます。今回私が宿泊した部屋はもちろんシーサイド側で J 棟になります。 J 棟からビーチまでのルートは図のようになっています。映像では今 H 棟の前を歩いておりますね。ここから G 棟の脇道を通ってビーチ側に抜けるところです。各棟の脇にはビーチへ抜ける小道が通してあり、どの棟からもビーチ側へ行くことができます。ちょうど今見えてきた建物がビーチハウスになります。こちらでレンタルの受付をする形になります。ご覧の通り J 棟からビーチまでは2分ほどでアクセスすることができます。次にレンタルできる道具について解説します。レンタルできる道具はボード、リグ、シートハーネス、ウェットスーツ、あとライフジャケットになります。レンタルできないものはインパクトベスト、マリンブーツ、ウエストハーネス、ヘルメットになります。ボードは最小で90リットル前後の板から様々なサイズがありました。セールは3点台前後のものから様々なサイズがありました。手前に並んでいるものが3点台から4点台の前半、奥側に並んでいるものが4点台の後半から5点台のセールになりますかね。セールはここに置いてあるものだけではなくて、他にも6点台のセールなどがありました。全体で見るとボードやセールの数は比較的多いですが、ジャストの雰囲気で複数人が同時に乗るにはせいぜい3名から5名くらい、アンダーやオーバー覚悟でプラス5名くらいかなと思いました。ボードやセールはかなり年季の入ったものが多くて、爆風でカット部にはちょっと不安なやつもありましたね。あと道具の数には限りがあるので、基本的にみんなでシェアする形でした。滞在最終日は人が多い日だったため、自分が休憩中はそのセットで他の人が乗るという感じでした。ですので人が多いタイミングは道具がなくて出れないこともありそうです。ハーネスはシート型の結構ペラいやつで、ウエストハーネスはありませんでした。ウェットスーツは自分のものを持っていったので詳しくは分かりませんが、おそらく3ミルフルスーツをレンタル可能だと思います。マリンブーツとインパクトベストのレンタルはありませんでしたが、ライフジャケットはありました。最低限マリンブーツさえ持っていければ何の問題もなくウィンドサーフィンを楽しめるかと思います。より快適に楽しむなら返却の必要のない自分のウェットスーツとインパクトベスト、ハーネスを持っていくと良いかと思います。
次に道具の持ち込みについてです。道具の持ち込みは可能で、私が滞在中も数名の方が自分の道具で乗っていました。先ほどの映像でわかる通り、ビーチと宿泊棟の間には防風林と芝生が敷かれているので、セイルを張った状態でも置く場所に困ることはなさそうです。次に設備について解説しておきます。シャワーはビーチハウスの横に2基設置されていて、温水が出るシャワーとなっておりました。更衣室はありませんでした。あとロッカーですね。施錠ができるロッカーもありませんでした。ただしビーチハウスの向かいに建物があって、そちらで小物を置くことが可能でした。扉がないタイプですね。あと2畳ほどの土足禁止スペースがありましたが、カーテンなどがないので、そこで着替えるのはなかなか難しいですかね。あと道具の水洗いや足の砂を落とすための水道がこのように宿泊棟とビーチの間に何箇所かありました。完全に砂を落として宿泊棟に入れるところは良かったですね。この辺りの設備を考えると、ウェットスーツは自分のものを持っていった方が良さそうですね。今回私は自分のウェットスーツを持っていったので、自分の部屋でウェットスーツに着替えて直接海に出ていました。海から上がった後も直接自分の部屋に帰ってシャワーに直行できるので、非常にアクセスが良かったですね。それでは2つ目のポイントとしてゲレンデコンディションについて解説します。まずは風の状況についてです。石垣島では冬の11月から3月がウィンドサーフィンのシーズンとなります。この時期に日本列島の冬型気圧配置になると、高頻度で石垣島に北東の強い風が吹き荒れ、ウィンドサーフィンを思う存分楽しめます。実際私が2月に滞在した3日間も北東の爆風が15メートル前後吹き荒れました。クラブメットのビーチは北東に面しているため同温ショアの風となります。そのため道具などのトラブル時に沖に流される心配が少ないのはちょっと安心感があります。水深はかなり浅いためウィンドサーフィンできる時間が満潮の時間帯のみに限られています。こちらが2月の満潮カレンダーとなります。こちらの時間でウィンドサーフィンをした限りでは一度もピンヒットはしませんでした。満潮カレンダーは現地でしか確認できませんが、気象庁の潮位表が参考になります。海水温は2月でもかなり高めで20度から21度ありました。海水温だけを考えれば3ミリフルスーツで良いかと思いますが、気温が12度前後まで下がった日もあり、そんな中で海から上がった状態では3ミリ5ミリセミドライスーツでも少し寒さを感じました。最後に混雑状況ですが、海上で混雑することは全くありませんでした。ただし先ほどレンタル道具でも触れた通り、土日や連休などで人が多い日はレンタル道具が若干混雑するかもしれません。最後に3つ目として特殊事項注意点について解説します。まず潮の影響とオイルについてです。先ほど海の水深について触れましたが、石垣島は一日を通して潮位の変化が非常に激しいです。それを考慮して
ウィンドサーフィンができる時間で満潮表が作成されていますが、ウィンドフォイルやウィングフォイルを持ち込んで楽しむ際には注意が必要です。フィンでは問題ありませんでしたが、ホイールはマスト部分が70センチ以上あるため、水深が足りなくなる可能性があります。潮が上げるタイミングは良いですが、下げるタイミングで出艇すると底つきが心配です。実際にホイールで出たわけではないので何とも言えないのですが、潮位が低いタイミングでは海中のサンゴや岩がすぐそこに見えて、フィンでもヒットするんじゃないかとかなりヒヤヒヤしました。次にレスキュー対応についてです。海の上で道具のトラブルなどもしものことが起きた際にレスキュー艇があるかどうかは命に関わる重要なポイントです。クラブメットでは常にジェットが海上でスタンバっていたので安心でした。ただしレスキューはマリンアクティビティが可能な時間帯のみとなっていました。干潮時間帯や昼休みの12時から14時、夜間などは自己責任となるようです。以上、ウィンドサーフィンを楽しむための主な3つのポイントを実体験をもとに詳しく解説してきました。最後に、それ以外で実際に滞在して分かった点をまとめておきます。最終日にウィンドするならレイトチェックアウトがおすすめ。快適にウィンドするならインパクトベスト、ブーツ、ハーネス、セミドライ持参がおすすめ。北風の吹きさらしは寒いのでウェットコートがあった方が安心。ドライバッグは必須。体が冷えるので保温ボトル必須。そんなところでしょうか。今回クラブメット石垣島を実際に利用してみて、手ぶらでウィンドサーフィンを十分に楽しむことができました。完全に手ぶらではなくなってしまうのですが、やはり道具の制約を避けるためには自分の道具を持ち込んで楽しむのが一番良いかなと思いました。それではあとはプレーニングの様子をお楽しみください。